松村上黒です。肩から腕の話しようと思います。よろしく。今回の肩から腕の話はノーマル、万歳、そしてファイティング、この3つのポーズで説明してみようと思います。まずは最初のノーマルです。まず最初に顔を描いちゃって、こっからハの字に描いていき、あとはストーンと素直に降りてください。そしてこの後脇の線を入れるんだけど、ここからがポイントになります。ポイントとしては脇をちゃんと高いとこから描いてあげるっていうことなんです。どういうことかっていうと、最初の頃っていうのは脇を潰しがちなんですよね。うまく言えないんですけど、例えばこういう違いなんです。脇が脇のこの胴体のこの脇の線がパッて高いとこから始まってるのと、ちょっと低いとこからこの辺から遠慮がちに始まってるよっていうこの2つがありまして、胴体をちゃんと長く捉えてあげた方がこの後万歳とかね、新しいポーズに行くときにちょっとやりやすいよっていうことなんで、ちょっとそこだけ気をつけて、ちょっと勇気を持って結構上の方からドンと遠慮なく脇の線、胴体の線パンパンってね、高く始めてあげたらいいなって思います。この脇の高さをちゃんとやるっていう話は、こういうマッチョマンを描くときでも同じ話なんです。この広背筋とかのこういうバーっていう広い大きい筋肉があったりして、ちょっと惑わされがちなんだけれど、まずは脇の高さをこうやってちゃんと作っておいてから、この後この後ろからバーっていうこういう広背筋を立派に変えてあげて、この後モリモリっていう風に筋肉を足していった方が、骨格的にも失敗しないで済むし、このポーズとかね、そういう整合性を保ちながらやっていくっていう人はね、この方がいいかなって思ってます。で、この脇の高さを保つと何がいいかっていうと、やっぱりこのおっぱいが描きやすいっていうのがこれすごい分かったんですよ。これちょっとよく聞いてほしいんですけど、ちゃんと脇の高さ、脇が高いとこから始まるっていうのを意識しながら、この辺からさっていう線を入れて、でここを起点にして、こういう風にドーンっていう風にマッシブを描いてあげて、でこっちの方も脇が高いとこから始まります、潰さないですってことで、高いとこからスッて線を入れると。でこの後、先に腕をプスンって下ろしてあげて、この辺に腰のくびれを入れてっていう風に、こういう高い脇が高いポイントから始まるっていうのを起点にしておっぱいかくってやるとすごいやりやすいっていう、これはいい発見だと思うんで、みんなシェアするんで、本当マジ覚えて帰ってください。次に行きます。万歳のポーズです。ちょっとややこしく感じるかもしれないけど、順番通りゆっくりやっていこうと思います。まず1、ここまでは一緒なんですよ。顔を描いて、ちょっと少し短めにね、ハの字を一応書いておいてください。この後2なんですけど、万歳してるんで、こっから逆ハの字をパッっていう風に、こういう風にね、一応入れておきます。こんな大胆な線入れていいのかってちょっと最初ビビるかもしれないんですけど、ちょっとここね、我慢して書いてみてください。そんでこの後はこの書いた逆ハの字の線を延長していって、あとはもう肘のあたりから胴体までドーンっていう風にもう一直線ですね。こんな感じでいいわけですね。この辺の腕のデコボコがどうとか肩がどうとかっていうのは一回ここ全部忘れておいて、もう肘から腰あたりまでドーンっていう風に一直線下ろす感じがコツかなって思ってます。もちろんもっとシンプルに描きたい場合は、もう先に腕とか胴体のこの辺のこのパッパッパッパって逆ハの字をもう2つドンドンって置いてしまっておいてから、空いたところに顔を描いて、あとなんかちょっとあとここにショっていう風に逆ハの字、この鎖骨のね線を入れてあげて OK っていう、こんな感じの順番で描いてももちろん OKです。要するにこのポーズ何が一番大事かっていうと、この鎖骨の線がパンって出せるかどうかが問題なんですね。腕の動きっていうのは実は肩から先じゃなくって鎖骨から始まるわけなんですよ。こういう風にここがあばら骨なんですけど、あばら骨のこのてっぺんですね、この首の前のこの出っ張りのとこに鎖骨の根元があって、そこから腕がバーって上がっていくわけなんですよ。だから鎖骨を骨折したら腕なんか上がらないんですよ。学校の高校の時友達で鎖骨パキって折って、本当に腕も何も使えなくってめっちゃ困ってた友達がいたんですけど、本当鎖骨って思いのほか本当に動きとして、腕の動きとして大事な骨なんで覚えておいてください。そしてこの万歳のポーズ何が便利かっていうと、この後普通に腕上げてもいいんですけど、この後こういう風に肘をかいて、こうやって頭の後ろの方にパーってしまってしまうと、これでなんか頭の後ろで手を組んでなんかふーんってなんか授業をつまんなそうに聞いてるとか、なんかこういうちょっとなんかややこしいかもっていうポーズも実はさらって
かけたりしたりとか、こういう風に授業中に手を上げるとか、こういうポーズにも応用が効くんですね。これの書き方は簡単で、普通に一番最初にやった丸1のポーズをまず半分だけ変えちゃって、この後パーっていう風に腕変えちゃって、胴体の線パーって引いちゃって、ちょっと鎖骨の線を気をつけて引いてあげたら、あとは OK ということで、あとはクリームパンでもつけておきましょうという、こんな感じで、これすごく応用が効くんですよね。だから体の半分だけ丸1をやって、体のもう半分万歳するっていう、こういう応用が効くから便利かなって思ってるんですよ。そんでもってやっぱりおっぱいなんですよね。せっかくこの肩周りの話をするから、おっぱいの話は絶対にしたいんだけど、肘から腰までドーンって引いちゃって、こっちも肩まで引いた後、この逆ハの字、この鎖骨の線スッて入れてあげて、顔を描いて、ここまではいいですよね。この後おっぱいなんですけど、この角度で見ると多分分かりやすいおっぱい、こういうバーンっていう線はあんまり出なくって、やっぱりこの辺にささやかにこういう線が出るくらいかなって思います。で、この後こっちの方の鎖骨はもうこういう風に素直に降りていって、脇の高さを意識して、でここに線ちょっと入れた後にこうですよね、こういう線を入れていくという感じで、こういう風にちょっとややこしいようなおっぱいの角度とかも、こういう万歳のポーズからちょっとゴリ押しでリズムでこういう風にここまでいけるということですね。そんで最後にファイティングポーズです。これが案外便利なので、ちょっと騙されたと思ってちょっと話を聞いてください。書き順としては大きい丸とまずちっちゃい丸、こうやってトントンって書きます。これで親指なんですけど、でこの後2でこういう風に肘までドンってまとめちゃいます。拳と肘まででこのワンセットで一塊っていう風に捉えておいた方が便利だと思います。で、片手を用意したらもう片方ですね、もう片方の左手の方もこういう風にハの字で置いておく。基本的にハの字っていうのがすごい便利ですね。で、この後は顔を描いて、余ったところにこういう風に胴体を描くっていうことで終わりになるんですけど、この胴体の描き方は別に新しいことはなくて、最初のノーマルのところでやったみたいにハの字を描いて、で脇をちゃんと高いところからドンって始めると、これをこのかける部分だけ書いたっていう、ただそれだけの話なので落ち着いてやれば大丈夫ですね。で、このポーズが結構融通が効くんですよ。ポーズっていうよりはこの拳と肘のこのパーツですね、これがすごく便利で、これを実はこういう風に先になんか好きなところにこういう風にパパパって好きなリズムで置いてしまって、あとはこう顔の頭の位置だけ決めてしまって、あとはじゃあ余った胴体の部分をこうやって描きましょうっていう風に、こういう風にパパパって描いていくと、あら不思議、もうポーズが一つ出来上がった。なんか武道とかなんかそういう知識がなくても、なんか武道とか武道家のなんかそういう構えかなみたいな感じのをいきなり捏造することができるんですよ。これすごい便利だと思いません？で、もちろん腕をこうやってパーって上に上げた時もこういう風にちょっと気をつけて、この万歳の時に言ったこの鎖骨のね、この辺の処理を逆ハの字でねパーって書いてあげたりすれば、ちゃんとこの肩周りの整合性をね保ったまま違和感なくこうやってつなげたりできるわけですね。だから拳と肘のここと先に変えて、で頭の位置を決めてっていう風に123っていう感じでこの3つ決めちゃってから間を埋める、こういうやり方はすごくねなんか便利だと思います。そんでさらにもう1個だけ余計に言うと、便利おててですね。このどういう書き方かっていうと、こうやってパーってまず手の甲から書いちゃって、クリームパン1234っていう風に指4本書いてしまって、もうこういう風に閉じちゃうと。で、最後に向こうの方に見える親指をこんな風に訳ありな感じでこうパパパパって書いてしまうと、これでもうお手手に見えるじゃないですか。結構このくらい気楽に捉えた方が最初はやりやすいのかななんて思っています。以上になります。まとめると、脇を高く書く、で鎖骨の逆ハの字、万歳の時の逆ハの字に気をつける、そして肘から先のお手手でまとめて気楽に書こうと、この3つになります。ぜひやってみてください。ありがとうございました。バイバイ。どうも。